期です。毎日ではないですけど、泣いて、反省して、でミスをしちゃって、なぜかわかんないんですけど、涙が出てきちゃう。うちはだからたまたま同期2人女の子、まあ珍しいですよね、それは。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ最初追い回しって言って、4料理って煮方、作り場、うちだと揚げ場、焼き場、八寸場、まあ大まかに言うと5つの部署があるんですけど、そこのどこにも属さないで、いろんなところをこう手伝って回る。準備と片付けって全員でやるんですけど、すごく大事なんですよ。で、最初にそういう雑用なんですけど、めんどくさいことなんですけど、それをまず覚えてもらう。一連のこう書かれてる紙の部署と、前菜の前に来る月出し、月1交代で私たちが。小学校の時に誰かに料理振る舞って、喜んでもらえたら嬉しくて。で、そしてレーナは、一回美容師になると思って、美容師向いてないなって思ってしまって、それで断念して、やっぱり食べるのも好きですし、作るのも好きなので、じゃあもうそれを仕事にしようと思って。で、2年目になると各部署に入ってもらうんですけれども、大体作り場とかの下に一応入って、で、まあその仕事だけじゃなくて他の仕事も手伝いながら回っていく。力さばけるように、最近練習始めたばっかりですね。お客様に使えるやつは使いますし、使えないのが出た時点で修理です。うなぎも高いんで。最初は持つのも大変ですけどね。最初は全然できなくて、すごく悔しかったです。でもできるようになりたくて、まあ、やれるときにやらせてもらって、先輩のを少し見たりとかして。It's the same knife, the same eel, but the time behind the head chef is different. 自分なりにこうかなっていうやり方で今やってるので、でもまだまだ全然できないので、もう少し頑張ります。お客様に出せるように今のところ割いてる。まあ、今日は1人10本ぐらいやりましたかね。最近うなぎの練習が始まったので、それが最近やっと形になってきたので、それを今日いいねみたいな感じで言うときに嬉しいなみたいな。ミスをしちゃって、注意っていうか怒られる。で、毎日ではないですけど泣いて、反省して、ご飯一回炊き忘れちゃったことあって、どうしようと思って、頭が真っ白になっちゃって。串も結構難しいんですよ。もう裂いたばっかりの生きた身に串を打つと結構力がいるんですけど、一番いいところに入っていかないと入んないんですよ。皮に刺さっちゃうと全然進まないし。最初串打つのに私15分くらいかかってあれ全部やるのが。There's no hesitation. The chairman's speed and precision come from years of experience. その串打ちがその後の焼きに影響して、綺麗に串が打ってれば仕上がりが綺麗なんですけど、波打って打ってると出っ張ってるところだけ当たって、そうするとここだけ焦げちゃったり、平らにちゃんと焼き台にこう置いた時にこうまんべんなく火が当たるように串を打ってあげると、それが焼き上がりにするんですので、串ってすごく大事なんですよ。でもだんだんできるようになってくるっていうのは楽しいですよね。もちろん前よりもだいぶはマシに来てるんですけど。They are still learning, but every day they move one step forward. 新しいことをして、それがちゃんとできるようになった時に、なんかできてよかったみたいな感じで周りの人からも認めてもらえるので、それがすごい嬉しいなみたいな。でち
ちょっとマシになった時に周りからなんか素人臭くなくなったねとか言われるので、それは嬉しいな、やってよかったなって思います。2人で一緒に入ってきてよかったなって思うシーンとかありますか？毎日やりますよね。毎日自分がやり忘れてることとかやってくれるので、はい、よかったって思います。逆にいないときは、いてくれたらって何回も思います。なるほど。自分の担当のポジションのやつとその雑用が入ってくるので、どうしても一日の労働時間じゃ賄いきれないことなので、そういう時になんか手当た時に助けてもらっていたりしたら、それ助かるなみたいな感じです。私の中ではここに来てよかったなって。ここはまだかな、人が多くて、雰囲気がいいから、自分はこういうところでのびのび怒られながらも、さっき言ってくれたように反応しながらやってくださって、自分的に成長があるなみたいな感じします。真面目に一生懸命やる。怒られてもめげずにやめずにいるんで、大したもんです。2人はよくやってくれて、入ってすぐやめちゃう子もいるんで。Not everyone stays, but these two do. 彼女たちは頑張って。For now, they prepare the eel. One day, they will stand at the grill. In this kitchen, that's how each role is passed on. Inside a single bowl of unagi, generations of time come together.自分でお店開いて、常連さんとかお客さんとの距離が近いお店をやりたいかな。体力的にも精神的にもきつい時はあるんですけど、それでもなんか好きなことなので頑張ろうって思って仕事してます。This is where they train. This is Fukujuya. Thank you for watching. Next time, I'll take you a small ramen shop run by an 80-year-old woman all by herself. If you enjoyed it, please give it a like and don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye bye.